様こんにちは、セリナです。今回は崩れに強い人気のリキッドファンデーション10種類を徹底比較していきます。今年リニューアルをして話題になったランコムのタンアイドルや新作のルナソルのファンデーション、そして王道のディオール、コスメデコルテ、ナーズなど崩れに強いと言われているデパコスのリキッドファンデーション10種類をカバー力と毛穴補正効果を中心に仕上がり比較をした後に実際の塗り心地や質感、香り、4時間後のマスク崩れを比較してご紹介していきますので、組み合わせる下地や肌タイプによって仕上がりや崩れ方などに違いは出てくるかと思いますが、少しでもファンデーション選びの参考になれば嬉しいです。またこちらのチャンネルでは他にも各ブランドの新作コスメのご紹介やアイシャドウ、チーク、リップなどの全色レビュー、またサブチャンネルではリクエストいただいた内容などをアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。まずは今回比較していくファンデーションの紫外線カット効果と使用色をご紹介していきます。ランコムタンアイドルウルトラウェアリキッド N SPF48PA2+。使用するカラーは標準色の BO02。ルナソルクラリティフローリクイド SPF30PA2+。使用するカラーは標準色の OC02。ディオールスキンフォーエバーフルイドグロー SPF20PA3+。使用するカラーは 2N。ディオールスキンフォーエバーフルイドマット SPF20PA3+。使用するカラーは 2N。コスメデコルテゼンウェアフルイド SPF25PA2+。使用するカラーは N22。イヴ・サンローランボーテオールアワーズリキッド SPF39PA3+。使用するカラーは LN4。カネボウコンフォートスキンウェア。こちらはカラーによって紫外線カット効果が異なります。使用するカラーはオークル B。ナーズソフトマットコンプリートファンデーション。こちらは紫外線カット効果は入っておりません。使用するカラーは00307ライト4。シュウエムラアンリミテッドラスティングフルイド SPF24PA3+。使用するカラーは574。エスティローダーダブルウェアステインプレイスメイクアップ SPF10PA2+。使用するカラーは12デザートベージュ。続いて塗りたての状態の仕上がりを比較していきます。今回下地は RMK のルミナスメイクアップベースを使用しています。それぞれのカバー力と毛穴補正効果はこんな感じで、カバー力、毛穴補正効果ともにかなり高いと感じたのはディオールのマットとナーズでした。どちらも赤みや色ムラ、毛穴などを全く感じさせないようなハイカバーな仕上がり。イヴ・サンローランボーテもこちらの2つよりはカバー力が控えめな印象でしたが、毛穴補正効果は同様にとても高かったです。全体的にツヤが抑えめで、肌の質感に近いような仕上がりやセミマットなアイテムが多かったですが、今回比較している10種類の中で一番ツヤを感じたのはディオールのグロー、続いてルナソルでした。ではここからは仕上がりや塗り心地に特徴があった2つを半々ずつに塗り比べて、塗り心地、仕上がり、そして香りと4時間後のマスク崩れについて比較していきたいと思います。まず比較していくのはこちら、ランコムとルナソルです。こちらの2つは今年に発売された新作ファンデーションで、どちらも皮脂や汗崩れに強いのにしっとりとした保湿感が持続するというところが特徴です。コメント欄でもこの2つの違いが気になると多くリクエストをいただいていたので、まずはこの2つを比較していきます。そして今回下地は RMK のルミナスメイクアップベースを使用していきます。
では、まずこちら側にランコムを塗っていきます。崩れないファンデーションの定番だったランコムのタンアイドルが今年にリニューアルしたということで、かなり注目度の高いアイテムでしたが、リニューアル前のカバー力や崩れにくさはそのままに、適度な保湿感が加わって、肌の上でもこんな感じでクリーミーで滑らかに伸び広がってくれるように進化しました。肌を柔らかくふんわりとカバーしてくれる感じがとても綺麗なファンデーションです。一度塗りでもこんな感じで、ある程度の肌トラブルはしっかりとカバーしてくれるハイカバータイプです。重ねていくことでさらにカバー力をアップさせることができます。はい、まずはこちら側半分にランコムを何度かしっかりと塗り重ねて仕上げてみました。下地のみの方と比較をすると、ランコムのカバー力の高さがわかりやすいと思います。近くで見てもこんな感じで、2、3度塗り重ねていくことでコンシーラーいらずのハイカバーな仕上がりになるのと、毛穴もふんわりとぼかすようにカバーしてくれています。リニューアル前は肌にピタッと密着してカバーするような感じでしたが、リニューアル後のこちらはふんわりと柔らかく肌を覆ってカバーするような質感になっているので、ふんわりとしていて自然な今っぽい肌に仕上げてくれています。では反対側にはルナソルを塗っていきます。ルナソルはこんな感じで肌にスッと溶け込むようなかなり肌なじみのいいテクスチャーです。ルナソルのファンデーションは比較的崩れにくいタイプというよりもしっかりと保湿をしてくれるようなタイプが多い印象ですが、こちらの新作ファンデーションは塗り終わった後に肌にベタつきが残る感じもなく、適度な保湿感もありつつベタつかない感じがかなり優秀だなと思います。一度塗りだとこんな感じでファンデーションを塗っている感は出さずに自然に全体をカバーしてくれます。重ねていっても厚塗り感が出ないので、一見カバー力は弱めに感じますが、意外としっかりとカバーしてくれるところも使いやすいポイントです。はい、こちら側にはルナソルを何度か重ねて仕上げてみました。反対側に塗っているランコムと比較をすると、ルナソルもしっかりとカバーをしてくれていますが、ファンデーション自体に厚みがなくて、肌に溶け込むような質感なので、素肌のイメージに近いままカバーしてくれているという感じがわかりやすいと思います。近くで見てもこんな感じで、重ねていくと赤みや色ムラなどもしっかりとカバーしてくれていますが、全く厚塗り感が出ていないですよね。そして毛穴もつるんと滑らかに補正してくれています。サーダっぽい仕上がりなのにここまでカバー力があるのはとても優秀だなと思います。仕上がりとしては顔の高い位置に適度なツヤが乗るような立体的な精密や仕上がりです。ランコムもルナソルも崩れに強いタイプのファンデーションなのに、冬場でも安心して使いやすいようなしっとりとした保湿感があるのと、重ねることでコンシーラーいらずのカバー力を得られて、毛穴も綺麗にカバーしてくれているというところが共通していました。ふんわりと柔らかなセミマット肌に仕上げてしっかりカバーしたいという方は特にランコムがおすすめ。素肌に限りなく近いイメージのままカバーをして、適度なツヤを感じるセミツヤ仕上がりに仕上げたいという方はルナソルがおすすめです。アップで比較するとこんな感じです。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見てもどちらも赤みや色ムラ、毛穴などが気にならないハイカバーな仕上がりだと思います。ランコムのふんわりとしたセミマット感とルナソルの自然なツヤ感の違いが分かりやすいと思います。そして香りについては、ランコムはハンドクリームやヘアケアアイテムに使用されるような爽やかなフローラル系の香りがほんのりとする程度。ルナソルは原料のような香りのみなので、こちらの2つは比較的香りが苦手な方にも安心して使いやすいんじゃないかなと思います。では、この上にスクのザ・ルーズパウダーをローラメルシェのフェイスブラシで軽く塗って、マスクをして4時間ほど過ごして崩れについて見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。近くで見ても鼻は少しファンデーションのハゲが気になりますが、ランコムもルナソルもどちらも塗りたての時のようなままの質感を保ってくれています。どちらも乾燥肌の方も安心して使えるくらい保湿感がありますが、小鼻の横なども全くテカリが出てきていないのと、毛穴補正効果もそのままで毛穴が開いてきてしまったり、毛穴落ちてしまう感じもなく、とても綺麗です。アップで比較するとこんな感じです。
肌表面を触った感じもどちらも適度な保湿感も持続してくれるので、かさついてしまう感じは全くしませんが、ベタつきや皮脂っぽさも全く感じないです。しっとりとした保湿感が持続するのに、皮脂や汗崩れにも強いので、この2つは肌タイプ問わず使いやすいんじゃないかなと思います。崩れに強いタイプのファンデーションを使いたいけれど、パサつく感じや水分を奪われてしまう感じが気になるという方にも特におすすめです。続いて比較していくのはこちら。NARS とディオールのマットです。こちらの2つは今回ご紹介している10種類の中でもカバー力も毛穴補正効果もかなり高くて、色ムラや毛穴を全く感じさせないような肌に仕上げてくれるところがとても似ていたので、どんな感じの違いがあるのか見ていきます。まずはこちら側にNARSを塗っていきます。NARSは水分をしっかりと感じるようなクリームのようなテクスチャーで、こんな感じで肌の上でもスルスルと伸び広がってくれるのが大きな特徴です。そして一塗りでもこんな感じでカバー力の高さがわかりやすいと思います。一瞬で色ムラや毛穴をきれいに補正してくれます。重ねてもクリーミーなのできれいに馴染んでいってくれるところも使いやすいです。はい、こちら側半分にNARSを気になる部分に何度か重ね塗りをして仕上げてみました。下地のみの方と比較をすると、NARSの肌トラブルを全く感じさせないようなソフトマット肌仕上がりがかなりわかりやすいと思います。近くで見てもこんな感じで、ニキビ跡などの赤みもコンシーラーなしで綺麗にカバーしてくれて、何よりも毛穴が全く目立たないような凹凸感のないフラットな肌に仕上がっていますよね。とにかくハイカバーなファンデーションを探しているという方に特におすすめです。では反対側にはディオールのマットを塗っていきます。ディオールはクリーミーで少し重さのあるようなテクスチャーが肌にピタッと密着して毛穴や凹凸を覆ってカバーしてくれるタイプです。こちらも一塗りでもこんな感じで綺麗に肌をカバーしてくれます。ただ密着力がかなり高い分、乾燥が気になる肌状態だと少し塗りにくく感じる方もいらっしゃると思います。塗りにくいと感じた場合はブラシ塗りをするのが特におすすめです。重ねていくときは少量ずつをタップしてなじませていくと綺麗に仕上がります。一気に塗りすぎないのがポイントです。はい、反対側にはディオールのマットを何度か重ねて仕上げてみました。ディオールのマットもNARSと同様に毛穴や凹凸を全く感じさせないようなフラットなマット肌に仕上げてくれています。やはりこの2つはだいたい同じくらいのカバー力で、どちらもコンシーラーを使用しなくても赤みやニキビ跡などを完全にカバーしてくれて、毛穴も目立たないように補正してくれています。ただ仕上がりや塗り心地には結構違いがあって、どちらもマット肌に仕上がるタイプですが、NARS はふんわりと肌をぼかすように補正する柔らかいマット肌仕上がり。反対にディオールは厚みが少なく毛穴や凹凸をすっきりとフラットに整えて立体感のあるマット仕上がりという感じがします。使用しているカラーにも関係していきますが、ふんわりとしたマット肌に仕上げたい方はNARSがおすすめ。立体感があるマット肌に仕上げたい方はディオールがおすすめかなと思います。はい、外の自然光で見るとこんな感じです。どちらも透け感がなく、綺麗にカバーしてくれています。そして塗り心地については、こちらの2つは正反対で、NARSはみずみずしさも感じるような滑らかなクリームのようなテクスチャーで、乾燥が気になる肌状態でもスルスルと伸び広がってくれました。反対にディオールはすぐに肌にピタッと密着して、少しだけ手が止まる感じが気になりました。乾燥が気になる肌タイプの方は下地で補正したり、ファンデーションを塗るのが苦手という方はブラシを使って塗るのがおすすめかなという印象です。そして香りについては、NARSは原料のような香りがほんのりとする程度、ディオールはフォーエバーシリーズ特有のフローラル系のフレグランスのような香りがするので、香りが苦手な方には特にNARSがおすすめかなという印象です。どちらも肌トラブルや毛穴を感じさせない完璧なマット肌を作ってくれるファンデーションですが、仕上がりや塗り心地で選べるところもすごく嬉しいですよね。では、ブラシでフェイスパウダーを軽く塗って、4時間ほどマスクのまま過ごして崩れについて見ていきます。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。
鼻の頭やマスクがよく当たる位置のファンデーションのハゲも最小限に抑えられていて、どちらも塗りたての時のままのような綺麗なハイカバー感を保ってくれていました。ただ近くで見るとこんな感じで、ほんの少しの差ですが、皮脂が気になるタイプの私の肌だと、保湿力も兼ね備えていたナーズは若干毛穴が開いている感じがして、反対に肌にピタッと密着するディオールは毛穴補正効果もそのまま保ってくれているような感じがしました。どちらもものすごく綺麗に保ってくれていたので、ほんの少しの差にはなりますが、崩れにくさとハイカバー感、そして保湿感も兼ね備えたいという方はナーズがおすすめ。長時間過ごした後もしっかりと毛穴の開きを対策したいという方は特にディオールがおすすめかなと思います。それぞれアップで比較するとこんな感じです。そして肌表面を触った感じはどちらも小鼻の横などにも全くベタつきを感じられないようなさらりとした肌を保ってくれます。ナーズは程よいクリーミーさも持続したので、乾燥が気になる肌タイプの方にもかなりおすすめです。続いて比較していくのはこちら、イヴ・サンローランボーテとカネボウです。こちらの2つは素肌のような自然な仕上がりなのに毛穴補正効果が高いところがよく似ていました。どんな違いがあるのか比較していきます。まずはこちら側にイヴ・サンローランボーテを塗っていきます。適度なクリーミーさがあって肌の上でもスルスルと伸び広がってくれるタイプなので、こちらもどんな肌タイプの方にも使いやすいようなテクスチャーです。ある程度のカバー力もありますが、素肌の質感に近いような仕上がりで、厚塗り感が出ないところがこのファンデーションの大きな特徴です。一度塗りだとこんな感じでニキビ跡などを完全にカバーするというほどではないですが、ある程度の赤みや色ムラはフラットに整えてくれます。重ねていくことでカバー力を調整することもできます。はい、こちら側半分にイヴ・サンローランボーテを何度か重ねて仕上げてみました。下地のみの方と比較をしても厚塗り感は出ていませんが、気になる色ムラや凹凸などを綺麗にカバーしてくれていますよね。そしてこちらのファンデーションはツヤツヤしすぎたりマットになりすぎたりしない、元々の肌の質感に近いような仕上がりがとても綺麗です。近くで見てもこんな感じで、先ほどご紹介したディオールのマットやナーズほど完全にニキビ跡などをカバーするというわけではないですが、しっかりと肌全体を均一に整えてくれていて、何よりも毛穴が全く目立たないような補正効果がとても綺麗だと思います。近くで見ても厚塗り感がない仕上がりなのに、ここまで毛穴を補正してくれるのはすごく優秀だなと思います。では反対側にカネボウを塗っていきます。カネボウはこんな感じで、みずみずしい乳液のようにスルスルと肌の上に伸び広がってくれるタイプです。今回は下地を使用していますが、こちらは下地なしでも使えるようなアイテムで、下地を塗っていない状態の肌でも綺麗に伸び広がってくれるので、ファンデーションを塗るのが苦手という方にもとても使いやすいアイテムです。そしてカネボウは今回ご紹介している10種類のファンデーションの中でも一番カバー力がナチュラルな印象でしたが、それでもこんな感じである程度の赤みや色ムラはカバーしてくれます。重ねていっても厚塗り感を出さずにカバーしていってくれます。はい、反対側にはカネボウを何度か重ねて仕上げてみました。今回ご紹介しているファンデーションはかなりカバー力が高いアイテムが多かったので、その中で見るとカネボウはかなりナチュラルな印象ですが、それでも近くで見てもこんな感じで、ある程度の赤みや色ムラはしっかりとカバーしてくれるミディアムカバレッジくらいのカバー力があるのと、こちらも自然で厚塗り感がないのに毛穴や凹凸をつるんと滑らかに整えて毛穴レスな肌に仕上げてくれます。本当にこちらの2つは厚塗り感が出ないのに毛穴補正効果が優秀だなと思います。そしてイヴ・サンローランボーテもカネボウもツヤツヤしすぎてしまったりマットに寄りすぎてしまうことがない元々の肌の質感のままカバーしたような自然な仕上がりが特徴ですが、こうして比較してみるとイヴ・サンローランボーテの方が少しマット寄り、カネボウの方が少しツヤタイプ寄りという感じがします。どちらも塗り心地が良くある程度の保湿感があって素肌っぽい仕上がりなのに毛穴をきれいにカバーしてくれるというタイプなので、マットよりかツヤよりかの仕上がりのお好みで選んでいただきやすい2つなんじゃないかなと思います。はい、外の自然光で撮影しています。どちらも素肌のように自然ですが、しっかりと毛穴をカバーしてくれている感じがわかりやすいと思います。
イヴ・サンローランボーテのツヤを抑えた素肌感とカネボウの適度にツヤを感じる素肌感の違いも分かりやすいと思います。そして香りについては、イヴ・サンローランボーテには少し栗系のフレグランスのような香りがほんのりとついていて、カネボウには少し甘さを感じるようなスキンケアのような香りがついています。どちらもそこまで香りが強いタイプではないので、比較的使いやすい方なんじゃないかなと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクで過ごしたので、崩れについて見ていきます。マスクの中の肌はこんな感じです。どちらも適度に保湿感もあり、肌タイプ問わず使いやすいような質感でしたが、テカリやベタつきなども気にせずに快適に過ごせました。そして近くで見るとこんな感じで、どちらも鼻の頭や特にカネボウはマスクがよく当たる位置のハゲが少し気になる印象でしたが、ファンデーションが薄まってしまったり下からよれてしまうということもなく綺麗に保っています。そして何よりもどちらも塗りたての時のような毛穴補正効果がそのまま持続していて、マスクで過ごしても毛穴の開きが全く気にならなかったです。塗りたての時の毛穴補正効果をそのまま持続させたいという方に特におすすめの2つだなと思いました。そして肌表面を触った感じもどちらも適度な保湿感はありつつ、小鼻の横などのベタつきも気になりにくかったです。特にカネボウは内側にしっとりとした保湿感も感じやすいので、夏場でも乾燥対策をしたいという方におすすめです。続いて比較していくのはこちら。エスティローダーとコスメデコルテです。この2つは崩れにくいファンデーションの定番アイテムとして人気で、薄膜で肌にピタッと密着するような質感がよく似ています。まずはこちら側にエスティローダーを塗っていきます。エスティローダーはこんな感じで、薄膜でみずみずしいので、肌の上で手早く伸ばしていけばこんな感じで綺麗に伸び広げることができます。すぐに肌にピタッと密着するので、なるべく少量ずつをしっかりと密着させながら塗っていくのがおすすめです。一度塗りでもこんな感じで結構しっかりカバーしてくれますが、こちらのファンデーションは重ねていくごとにどんどんカバー力が増していく感じがします。ファンデーション同士が綺麗にピタッと密着していきます。はい、こちら側半分にはエスティローダーを何度か重ねて仕上げてみました。薄膜で肌にピタッと密着しているので、下地のみの方と比較をしてもしっかりとカバーはしていますが、厚塗り感は出ていないですよね。近くで見てもこんな感じで、毛穴や凹凸もピタッとフラットにカバーして肌トラブルも感じさせないハイカバーな仕上がりですが、ファンデーションの厚みが出ていないところが特徴だなと思います。やはり王道な人気ファンデーションなだけあってものすごく優秀だなと思います。では反対側にコスメデコルテを塗っていきます。コスメデコルテも反対に塗っているエスティローダーと同様、みずみずしくてスルスルと肌の上で伸び広がってくれます。ただこちらもすぐに肌にピタッと密着していくので、乾燥が気になる肌タイプの方は下地などでコントロールするとより塗りやすく感じるんじゃないかなと思います。一度塗りだとこんな感じです。比較してみるとコスメデコルテの方がより一度塗りの時のカバー力が高いような印象です。さらに重ねていくとしっかりと肌を覆ってカバーしてくれます。はい、こちら側半分にはコスメデコルテを何度かしっかりと重ねてみました。どちらもハイカバーなファンデーションという印象でしたが、比較をしてみるとコスメデコルテの方がさらにカバー力が高い感じがしました。近くで見てもこんな感じで、薄膜なのに素肌の透け感を全く感じさせないようなカバー力と毛穴補正効果があります。エスティローダーとコスメデコルテには薄膜で肌にピタッと密着をしてカバーと毛穴補正をしてくれるという共通点がありましたが、比較をしてみるとエスティローダーの方が少し保湿感があって、コスメデコルテの方がさらにさらりとした質感、そしてコスメデコルテの方が若干カバー力が高いという違いがありました。重さがあったりクリーミーな質感のファンデーションが苦手で肌にピタッと密着してくれるようなタイプが好きという方に特におすすめな2つです。仕上がりはどちらも顔の高い位置に適度な光を集めるようなつるんとしたセミマット肌仕上がりという感じです。はい、外の自然光で撮影しています。どちらも自然光でも透け感がないハイカバーな仕上がりですが、肌にピタッと密着していて薄膜の方がより分かりやすいと思います。そして香りについてはどちらもスキンケアのような香りがついていますが、コスメデコルテの方が若干香りが強めな印象です。
はい、あれから約4時間ほどマスクで過ごしましたので、崩れについて見ていきます。マスクの中の肌はこんな感じです。こちらの2つも皮脂崩れや汗崩れにも強く、テカリも気にせずに快適に過ごせましたが、近くで見てもこんな感じで、どちらのファンデーションもマスクの摩擦による崩れにかなり強いのが特徴的でした。マスクをしていても崩れに強いファンデーションを探しているという方に特におすすめだなと思います。そしてどちらもファンデーションが薄まってしまったり、剥げてしまうこともなく、とても綺麗に保っていますが、比較してみると、エスティローダーの方が若干毛穴の開きが気になる印象でした。塗りたての時からエスティローダーの方が保湿感があった分、この差が出てきたのかなと思います。そして肌表面を触った感じは、どちらも小鼻の横もベタつきなどを全く感じずに、塗りたての時のようなさらりとした質感を保ってくれていました。どちらも薄膜で肌にピタッと密着してくれるので、摩擦崩れにも強いというところがとても嬉しいですよね。その中でも保湿寄りなのがエスティローダー。よりさらりとしていて皮脂にも強いのがコスメデコルテという印象でした。それでは最後に比較していくのはこちら。シュウエムラとディオールのグローです。この2つは適度な保湿感があったり、肌にピタッと密着する感じもありつつ、重さが出ないというところなど、オーソドックスでバランスのいい、使いやすいファンデーションでした。では、まずこちら側にシュウエムラを塗っていきます。シュウはこんな感じで、適度なクリーミーさもあって、保湿感もあるのに肌にピタッと密着してくれるところがすごく使いやすいです。こちらも肌タイプ問わず使いやすいタイプのファンデーションだなと思います。一度塗りだとこんな感じでカバー力は比較的高めです。重ねていっても重さが出る感じはなく素肌に馴染んでいきますが、しっかりとカバーしていってくれます。はい、こちら側半分にシュウエムラを何度か重ねて仕上げてみました。下地のみの方と比較をしても厚塗り感は出ていませんが、肌の毛穴や凹凸、そして色ムラなどもしっかりとカバーしてくれています。近くで見てもこんな感じで自然に肌に馴染んでいますが、しっかりとカバーしてくれているのがわかりやすいと思います。適度な保湿感やクリーミーさもありながらも肌にピタッと密着して、サータ感があるような仕上がりながらも毛穴や凹凸、色ムラをしっかりとカバーするなど、いろいろなファンデーションのいいところを取ったような仕上がりです。では反対側にはディオールのグローを塗っていきます。今回ご紹介している10種類の中での唯一のツヤ仕上がりタイプです。先ほどご紹介したマットタイプとは正反対にクリーミーでかなり伸ばしやすいようなテクスチャーが特徴的です。一塗りでもコンシーラーいらずのカバー力があります。重ねていくとどんどんツヤが増しながら毛穴や凹凸をつるんと滑らかに整えてくれる効果もあります。はい、こちら側にはディオールのグローを何度か重ねて仕上げてみました。自然なセミマット肌仕上がりのシュウエムラと比較をすると、ディオールの滑らかでつるんとしたツヤ肌がよりわかりやすいと思います。そしてディオールもこんな感じで、重ねていくことに毛穴や凹凸感を感じさせず、赤みや色ムラも気にならないようなハイカバーに仕上がって、毛穴や凹凸もつるんと滑らかに整えてくれるようなカバー感がありました。クリーミーで少し重さもあるようなテクスチャーで毛穴を自然に埋めつつ補正してくれているので、ツヤタイプのファンデーションを塗ると毛穴が気になってしまうという方にもおすすめです。はい、自然光で見るとこんな感じです。自然光で見るとよりシュウエムラの素肌に近いようなふんわりとしたセミマット感とディオールのツヤがわかりやすいと思います。シュウエムラとディオールのグロー、どちらもクリーミーな質感で適度な保湿感もありつつ、肌にピタッと密着する感じや、ハイカバーで毛穴も綺麗に補正してくれるところなどはよく似ていましたが、シュウエムラの方が伸ばしていくと肌表面がサラサラに仕上がってベタつき感を感じさせない仕上がり、ディオールは肌にピンと張ったような張り感をもたらせながらも保湿してくれるような違いがありました。カバー力や毛穴補正効果は大体同じくらいに感じますが、仕上がりが全然違うので、またイメージが変わってきますよね。そして香りについては、シュウエムラは原料のような香りがほんのりとする程度、ディオールグローはフォーエバーシリーズ特有のフローラル系のフレグランスのような香りが強めにする印象なので、香りにも結構違いがあります。はい、あれから約1時間ほどマスクで過ごしました。崩れについて見ていきます。
マスクの中の肌はこんな感じです。皮脂が気になる肌タイプの私に使うと、どちらも塗りたてよりも若干皮脂が出てきている感じが気になりました。近くで見るとこんな感じで、ディオールはマスクがよく当たる位置のハゲが少しだけ気になったのと、塗りたてよりも少しだけ毛穴の開きが気になる印象でした。それでもドロドロに崩れてしまうという感じではなかったので、夏場でもある程度の保湿感が欲しいという方に使いやすいんじゃないかなと思います。絶対に崩したくないという時よりも、エアコンなどの乾燥が気になる時に使うのがよりおすすめかなと思います。アップで見るとこんな感じです。そして肌表面を触った感じは、どちらも小鼻の横は若干しっとりとしている感じですが、周囲村は頬の広い位置などはサラサラのままと思っていて、ディオールはベタつくというほどではないですが、少ししっとり感が増している感じがしました。この2つは普通肌から乾燥肌の方で崩れ対策をしたいという方にぴったりなんじゃないかなと思います。はい、ではこんな感じで崩れに強い人気のファンデーション10種類を比較していきました。今回ご紹介した10種類はやはり崩れに強いと言われているだけあって、全体的に皮脂や汗崩れにかなり強かったです。その中でも特にマスクの摩擦や擦れに強いなと感じたのがコスメデコルテとエスティローダーでした。そして4時間過ごした後も特に毛穴の開きが気になりにくかったのはディオールのマット、イヴ・サンローランボーテ、カネボーコスメデコルテでした。反対にある程度保湿もしつつ崩れ対策をしてくれる乾燥肌の方におすすめだなと感じたのはディオールとシュウエムラ。肌タイプ問わず使いやすいんじゃないかなと感じたのはランコム、ルナソル、ナーズ、そしてイヴ・サンローランボーテ、カネボーの5つでした。組み合わせる下地や肌タイプによって仕上がりや崩れなどに違いは出てくるかと思いますが、少しでもファンデーション選びの参考になれば嬉しいです。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。